これからお話しするのは裁判中のため2年半公表を避けてきたことです。少し長くなりますが最後までご覧いただけましたら嬉しいです。2024年1月、私たちは横浜市の給食会社ハーベスト株式会社を提訴いたしました。契約を一方的に解除され、業務データとして渡していたレシピ300件以上が流用されている可能性があるためです。その前に一つだけ整理させてください。この事件はただ単に YouTube のレシピを真似されたという話ではありません。私たちはハーベスト株式会社と正式に業務提携をしていました。しかし途中で一方的に契約を破棄され、業務データを流用された疑いがあるのです。この動画はその2年半の全記録です。レシピと商標の使用依頼。事の発端は2021年4月。ハーベスト株式会社から葵の給食室の名前を使って保育園向けのミールキットを販売したいと依頼がありました。その提案書には全国的に有名な大手企業、ここでは A 社と呼びますが、共同でコラボをすると書かれていました。信頼できる相手だと判断し、私たちは提携を決めました。当初は1年の契約予定でしたが、その後ハーベスト側の希望により7年契約に変更されました。ところが2年後の2023年7月、ハーベスト株式会社から突然連絡が入りました。A 社との契約に違反してしまったので、葵の給食室ミールキットを終了したいというのです。要するにハーベスト株式会社と A 社が別のミールキットをすでに販売していて、葵の給食室ミールキットは契約違反だと A 社に指摘され、葵の給食室ミールキットを終了するよう迫られていたというのです。私たちは違和感を覚えました。一緒にコラボしているはずの A 社が違反だと言い出すのは不可解だったからです。後の調査でその大手企業 A 社は葵の給食室ミールキットには関与していなかったことが判明しています。提案書に名前があったにもかかわらず、実際にはコラボなど一切していなかったのです。話を戻します。ハーベストの責任者は1週間以内に対応を決めると言ったきり、2週間連絡が途絶えてしまいました。そのため仕方なく私が2度ミールキットの終了についての話し合いの場を設定しましたが、その2度ともドタキャンされてしまいました。そして現在に至るまで契約解除の話し合いはたったの一度も行われておりません。その後突然、契約解除のお伺いという書面が私たちに届きました。ミールキットの終了だけでなく、すべての契約を2023年10月末で終了したいというものでした。私たちの契約書第9条にはこう書かれています。中途解約は行ってはいけない。つまりハーベスト株式会社は契約書で禁止されている解除を依頼してきたのです。さらに追い打ちをかけるよう書面が届きました。契約を解除する。最初は依頼だけでしたが、今度は返信が遅いので強制的に契約を解除しますと宣言してきたのです。さすがに私たちは話し合いを行わなければ応じられないと返答しました。その結果、ハーベスト株式会社は翌月以降の業務を放棄し去っていったのです。代理謝罪と刑事告訴予告。ハーベスト株式会社が翌月以降の業務を行わなくなったため、私たちが代わりにミールキット終了の謝罪動画を出しました。同時に保育園の皆さんに事情説明とお詫びの手紙を送付したのです。ところがこの対応に対してハーベスト株式会社から刑事告訴予告が届きました。SNS での情報公開について事実無根の内容を含むとして即刻中止と削除を要求。取引先保育園への状況説明について顧客情報の目的外利用にあたるとして即刻中止を要求。そして文書の末尾にはこう書かれていたのです。本講義後も同じ状況が続くのであれば、刑事告訴を含む相当な法的手段を取ります。ハーベスト株式会社の代わりに行った謝罪と保育園への事情説明に対し、刑事告訴の予告までされてしまったのです。類似サービスハピミルの立ち上げ。時間を少し戻して2023年9月のことです。私たちが契約解除のお伺い、1通目の手紙を受けていたのとちょうど同じ時期のことでした。ハーベスト株式会社はハピミルという葵の給食室に類似した独自ブランドを立ち上げていました。しかもハピミルを新規事業と銘打って栄養士の求人を掲載し、パンフレットを作成、さらに受注まで開始していました。当然私たちとの契約はまだ続いている時期です。顧客の勧誘。その上でハーベスト株式会社は葵の給食室ミールキットを利用していたお客様にこう説明していました。10月から葵との契約が終わり、ハーベストでその後をそのまま引き継ぎます。食材も変わらず提供します。しかしこれは事実と異なる説明です。私たちは契約解除に合意しておらず、そのままハーベスト株式会社が顧客を引き継ぐという話など一切聞かされていませんでした。
さらに保育園の関係者からこんな証言も寄せられています。このことは言わないでくださいと言われた。こうして葵の給食ミールキットのお客様はハピミールへと勧誘されていった可能性が高いと考えています。顧客の無断継承。葵の給食室ミールキットには多くの保育園と個人のお客様がついていました。160円の保育園、数百人の個人客です。しかしハーベスト株式会社はその全てを自社のハピミールへと引き継いでしまいました。葵の給食室の商標と業務データを使い、葵の給食室とハーベスト株式会社で成長させてきたミールキット事業です。それを私たちに一切相談なく引き継いでしまったのです。この過程でハーベスト株式会社は保育園のお客様に対しこう通達していました。諸事情により契約を解除し、保育園向けミールキットの販売を終了することとなりました。なお、葵の給食室とは現在も協議中であるため、詳細な契約解除の経緯や解除原因等については記載をさせていただきます。しかしこれは事実と異なります。協議は一度も行われておらず、契約解除に合意もしていません。合意してない契約解除をあたかも私たちが合意したかのように保育園に一方的に伝え、全ての顧客をハピミールに引き継いでしまったのです。そして業務データ流用の疑いです。2023年11月、ハーベスト株式会社が業務を放棄した直後からこんな声が数多く葵の給食室に寄せられました。ハピミールに変わったのに葵の給食室のレシピが多数含まれている。これは流用ではないか。詳しい内容は前回の動画もご覧いただきたいのですが、材料、分量、作り方など私たちが業務データとして提供してきたレシピと酷似するものが300件以上。レシピの管理 ID が完全に一致するものが28件も確認されています。管理 ID とはレシピを作った人が独自につける通し番号のことです。例えば ID1707 番が沢煮ワン、ID1920 番がきなこ蒸しパンというように、レシピの作者が ID 番号とレシピ名をセットで決めます。この管理 ID とレシピ名のセットが28件も完全一致しているのです。これが完全一致する確率を計算したところ、最も控えめに見積もって10のマイナス56乗。これは年末ジャンボ宝くじの1等を8回連続で当てる確率と同じです。さらにレシピの材料や分量、作り方まで一致していますので、確率はさらに下がり、10のマイナス170乗以下となり、年末ジャンボ宝くじの1等を23回連続で当てる確率と同じとなります。このように業務提携中に渡していたデータの一致がありえない確率で起きているのです。しかも葵の給食室の管理 ID は一切公開しておらず、過去にレシピを提供した企業か保育園しか知り得ない非公開情報です。さらにこの時期、ハーベスト株式会社から葵の給食室のデータベースに月間500回にも及ぶアクセスがありました。このアクセスについてハーベスト株式会社は訴訟の中で次のように主張しています。6名の社員が自社レシピが葵の給食室のレシピと同じにならないかを確認するためチェック目的でアクセスしただけだ。しかしこれには疑問が残ります。自社で独自に作成したレシピであれば葵の給食室のレシピと同じになっていないかなどチェックする必要はそもそも全くないはずです。事件の経緯をまとめます。2024年4月、ハーベスト株式会社から提携の提案を受ける。当初は1年契約でしたが、ハーベスト側の希望で7年契約への延長を要請されました。提案書に書かれていた大手企業 A 社のコラボが決め手でしたが、これは後に本件と無関係だったことが判明しています。2023年7月から10月、一方的な契約解除と業務の放棄。ハーベスト側から A 社との協業違反を理由にミールキットの終了を依頼されますが、話し合いは一度も行われないまま業務を放棄して去っていきました。2023年9月から11月、類似サービスハピミルの立ち上げと顧客の勧誘。契約期間中に独自ブランドを立ち上げ、事実と異なる説明によって顧客を引き継がれていきました。2024年1月、横浜地方裁判所に提訴。業務データの流用疑惑が発覚し、私たちは法的手続きに踏み切りました。私たちが沈黙している間にも酷似するレシピは増え続け、現在確認ができているだけで321件、ID の完全一致は28件に上っています。これからご紹介するのは、訴訟の中でハーベスト株式会社が実際にしている主張です。
正確にお伝えするため、ハーベスト株式会社の準備書面の該当部分を引用した上でご説明いたします。管理 ID 番号28件の完全一致について、ハーベスト株式会社は不知、わからない、調査中であると回答しています。葵の給食室の価値について、葵の給食室のレシピやノウハウはハーベスト株式会社でも作成可能なおまけ程度の内容だったので、ミールキットにはあってもなくてもいいという主張です。契約依頼の本当の目的。ハーベスト株式会社が葵の給食室に提携を依頼したのは、レシピや献立が目的ではなく、動画などのマーケティング目的だったのであり、そもそも最初からハーベスト独自で保育園向けのミールキットのノウハウがあったという主張をしています。葵の給食室のレシピについて、葵のレシピは主菜や副菜のバランスが悪く、売り上げも伸びなかったため、ハーベストが修正することになったと主張しています。個人向けミールキットのレシピは、ハーベストが作った素案を葵の給食室がただ最終確認しただけだったという主張です。顧客誘導の疑いについて、ハピミルへの案内は、葵の給食室ミールキットを終了するので、お客様の不利益を回避するための正当な代替案であり、最終的に何を選ぶかはお客様の自由なので、不正な誘導ではないという主張です。レシピの流用公表について、葵の給食室の情報発信のせいで仕事にならない、無用な情報発信に強く抗議するという主張です。以上が訴訟の中でハーベスト株式会社が実際に行っている主張の一部です。葵が心を壊した理由。実は葵のうつ病は今回が初めてではありません。一度目のうつ病は葵の出産直後です。ミールキットを商品化する際にレシピを間違えるなどのミスが多発しました。そのため、葵が産院のベッドの上でまで修正作業を行わざるを得なくなり、その影響でレシピ本の出版遅延や動画の撮り直し作業が発生、疲労が蓄積、ついには産後うつを発症してしまったのです。2度目のうつ病はハーベスト株式会社が A 社との契約違反により葵の給食室ミールキットを終了すると一方的に通告された時です。産後うつまで発症し、自分の体を犠牲にまでして尽力した事業だったにもかかわらず、 A 社とのコラボそのものが事実ではなかった、過失がないにもかかわらず一方的なミールキット終了を通告される、賞味期限切れ食材の混入騒動が発生するなど、大変な心労が重なったのです。この時、1度目の産後うつを目の当たりにしていた私は、ハーベスト株式会社の責任者にこうお願いしました。ミールキットの終了通告により、葵本人の精神状態が非常に悪く、これ以上は危険なため、今後すべての連絡は私の方にしていただけますでしょうか。ハーベスト株式会社からの返事は承知いたしました。私は葵の心を守るため、一時的にハーベスト株式会社とのグループ LINE から外し、業務だけに専念させたのです。ところがハーベスト株式会社はこの判断を以下のように主張するようになりました。葵がグループ LINE から一時的に外れたため、事業継続が疑わしい。だから契約を破棄した。当初 A 社との契約違反で契約を終了したいという主張から、契約破棄は葵の精神状態が原因だという主張に訴訟の中で180度変化させているのです。さらに葵はハーベスト株式会社の責任者からグループ LINE から抜けたことについて問いただされ、一層精神的に追い込まれていきました。その時になんで抜けられてしまったんですか、LINE のグループを。なんで抜けたかって分かってたと思うんですよ。なのにわざわざあえてなんで抜けたんですかって高圧的に言ってきて、なんかその時点でどこまで深く考えてくださってるのかなって、ちょっとさっきのその一言が、正直ちょっと、ものすごいショックで、こんなことあんまり言いたくはないんですけど、正直精神的にかなりしんどいです。一方的な契約破棄、業務放棄、代理謝罪、責任者からの詰問、刑事告訴予告、事実と異なる説明を顧客にされ、全てをハーベスト株式会社に引き継がれる、その顧客に業務データを流用された可能性、精神を病んだところ契約破棄は葵の発病のせい、葵の給食室はおまけ程度、バランスが悪い。葵が心を壊したのはレシピを流用されたことだけが理由ではありません。これだけのことが積み重なれば誰だって心が壊れてしまいます。葵はもう一度皆さんの前に立ちたいと毎日懸命にリハビリを続けています。しかしもう二度と表舞台には立てないかもしれません。それほど深い傷を負わされ、今なお激しい苦しみに苛まれているのです。私たちは訴訟継続中であることを理由に
これまで詳細の公表は控えてきました。しかし私たちが沈黙を続けている間に告知レシピは増え続け、沈黙を守ることが結果的に被害の拡大を許してしまいました。しかもこの業務データの提供先には葵の給食室のブランドを信頼して関係を築いてきた保育園がたくさんいらっしゃるのです。先日流用の事実を発表した際にも、保育園の方々から事前に説明された内容と全然違う、提供されているレシピが葵の給食室とあまりにも似ていたというご指摘を多数いただきました。このように事実と異なる形で説明を受け、告示レシピが提供されている保育園さんが未だに多数いらっしゃるのです。そして流用事件を知らずに業務データをブログなどで発信してしまっています。保育園さんが知らぬ間に流用の当事者になってしまっているのです。給食の公共性と事件の重大さを考えたとき、公表を決意いたしました。今後は一切隠すことなく全てを公表していきます。最後に皆様にお願いがあります。クラウドファンディングのお願いです。この訴訟を後押ししていただけませんでしょうか。訴訟を2年半にわたって行っていますが、判決が出るまでにはまだまだ時間がかかります。さらに2審3審となるととんでもない時間がかかってしまうでしょう。そして深刻なのは訴訟費用です。私たちにはすでに800万円以上もの訴訟費用が降りかかってきています。稼いでもあっという間に訴訟費用でなくなってしまいます。2審3審と進めば果たして一体いくらかかるのか想像すらつきません。私たちは8年前に創業した小さな会社です。4歳の子供がいる夫婦2人で育児をしながらここまで葵の給食室を大きくしてきました。ところが顧客はある日突然全ていなくなり、寝る間を惜しんで開発した業務機密は流用される。妻が病気になり訴訟に時間を割かれ、可愛い盛りの子供とすら時間が取れない。毎日苦しいしきついし、何度もやめてしまいたいと思いました。あまりの辛さに私もうつ病を発症してしまっています。でもどんなに辛くてもこの訴訟をやめてしまえば、葵が病気にまでなって守ってきた葵の給食室を見捨ててしまうことになります。流用を認めたことになってしまいます。そして葵の給食室を信じて応援してくれた方々を失望させることになってしまいます。だからどんなに苦しくてもこの訴訟だけは手放してはならない。絶対にこの訴訟を継続して知的財産保護について明確な判例を残すと心に決め、歯を食いしばって訴訟を続けています。本来なら今頃葵も病にかかることなく、美味しいレシピをもっと世の中にたくさん出せたはずです。もっと動画でクスッと安らげる時間を提供できたはずです。でももうそんな動画にもお目にかかることができなくなった皆さんは、もしかしたら一番の被害者なのかもしれません。皆さんにお願いがあります。この訴訟を後押ししていただけませんでしょうか。本来訴訟は私たちの収益で行わなければなりません。でも先ほどのご報告の通り、契約をしていた160を超える保育園、数百人の個人のお客様との関係を私たちの合意もなく一方的に断ち切られ、今日までその日暮らしでやってきました。そろそろ限界です。このままでは訴訟を諦めざるを得なくなってしまいます。どうか応援していただけませんでしょうか。クラウドファンディングを立ち上げてますので、この理念に共感いただける方はぜひご協力をお願いいたします。動画のプロフィール欄、コメント欄、またはページの一番下に訴訟を応援するというボタンがありますので、ぜひ飛んでいただけますと幸いです。前回のご報告でたくさんのスーパーチャットや寄付をいただきました。本当にありがとうございます。そちらの方々にはまだお礼ができておりませんので、今回のクラウドファンディングのリターンを改めてお送りさせていただきたいと考えています。葵のリハビリ、訴訟、そして自身の病気克服などやるべきことは山積みです。でも皆様が見届けてくださること、応援してくださること、それだけで私たちは前に進むことができます。葵もなんとか皆さんの前に楽しい動画を作れるように懸命にリハビリしています。どうぞよろしくお願いします。いつもありがとうございます。